こんにちは、ゆかです。いやー、世界的な猛暑ですよね。6月のロンドンでは軽い熱中症になってしまいました。そんな折、近々猛暑を超えた酷暑の台湾高雄への4泊5日の旅行が決まったので、暑さ対策にどんなものを持っていくか、バテないためにどうするかをお話しします。それでは行ってみましょう。はい、8月の高雄といえば台湾の友人によると覚悟していけというレベルなので、最大級の警戒レベルで揃えてみました。まずは日焼け止めです。いつも私はこちらのアネッサをほってりつけて、ホテルを出ます。でこちらの無印良品の小さめの日焼け止めを携帯して、塗り直しの時に使います。ですが今回は猛暑と雨が予想されるので、こちらをこちら簡単に片手で塗り直せるような登山用の固形スティックタイプの日焼け止めを買ってみました。何度か試しましたが、手につかず汗や雨に強くってしっかり伸びるからとても使いやすいです。そしてナチュラルカラーで白浮きしないのも気に入っています。次はこちら、冷やタオル、アイスタオルなどの名称で売られている首にかけて涼感を得るメントールが染み込んだ使い捨てのタオルです。友人におすすめされて去年あたりから使うようになったんですが、初めて使った時は思ったより冷たく感じてびっくりしました。何より手軽で便利ですね。日中外を歩くときはかなり頼りになります。炎天下では1時間もすると乾いてしまうので、常時2本くらい持っていると安心です。今回こちらビオレの冷やタオル、そしてシーブリーズのアイスタオルを試してみました。このシーブリーズのアイスタオルがものすごく冷えますね。パッケージに書いてある通り、こちら肌温度マイナス4度、こちらが肌温度マイナス3度とありますが、確かにシーブリーズの方が冷え冷えに感じます。もう本当に冷えすぎてちょっとね、痛いくらいでした。アイスタオル、これ開けてみます。はい、こちらシーブリーズの方は48センチ ×25 センチです。はい、こちらビオレは50センチ ×20 センチです。無印良品のクールボディシートです。出先で汗まみれになった時はお手洗いで、一旦ホテルに戻ってすぐ出る時も全身さっと一拭きして、メントールがスーッと染み渡るので一気にリフレッシュできます。12枚入りですね。もう一つ最近、フレグランスボディシートという柑橘の香りが新たに出たのですが、これ香りはとてもいいんですけれども、メントールは入っていません。20枚入りでちょっと大きなサイズなので持ち歩きにはちょっと厳しいんですが、ホテルに置いてクールボディシートと同じように使うと良いかと思います。無印良品の冷感スプレーひんやりボディミストです。ちょっと前にもご紹介しましたが、今年はこの小さいボトルが出て携帯しやすくなりました。ホテルから出るときに全身に吹きつけたり、長く外にいるときは出先でちょっと吹きつけたりと、どこでも使えます。私は顔の汗を拭うときにこれを手ぬぐいに吹きつけてから顔に押し当てます。すると日焼け止めがちょっと長持ちしますね。これでもボトルが大きいと思う場合には小さいボトルに詰め替えるか、徹底的に荷物を減らしたいならこちらさっきご紹介したクールボディシートだけでしのぐという手もありますよね。こちらレモンカヒ油が入っているようですが、レモンの香りをそんなに感じないので、もう少し強めでも個人的には大歓迎です。熱中症対策に私はこの塩タブレットと小さい水筒を持っていきます。塩タブレットの方は無地の小さなポーチにこんな感じで入れていきます。この色はですね、台湾で買ったものです。
こちらのサーモスのステンレスボトルは 150ml なんですね。ちょっと少なめなんですが、保冷力は非常に高いです。台湾は給水スポットもカフェも街のあちこちにあるので、携帯性と軽さを優先することにしてこのサイズにしました。次は晴雨兼用傘です。6月のロンドンでの軽い熱中症は日傘を差さなかったからかもしれません。本当に現場では誰一人日傘を差す人がいなかったんです。さすがにですね、私あまり周りに合わせてどうするっていうことはないんですけれども、中で一人で差すっていうのはちょっと抵抗がありました。さて、今回持っていくのは今年の晴雨兼用傘でご紹介したこちらクイックシャット55センチ、そしてこちらがマジカルテックの同じく55センチです。こちらウォーターフロントのクイックシャットは畳みやすいんですね。とにかく台湾の高雄は雨が降りやすいと思います。なのでそこで畳みやすいものにするか、あるいはこちらマジカルテックの方はスリムで軽いんですね。なので、軽さを取るか畳みやすさを取るか、この2つどちらかを持っていくかでとても悩んでいます。無地の小型扇風機です。外の気温がそれほど高くないときはホテルに置いていくんですが、日中野外をある程度の時間歩いたり、あとお店の前に並んだりする予定がある場合はこれを持っていきます。軽くてシンプルで、何よりこのグレーの色が気に入っています。他にはピンクとホワイトがあります。あとこれは自宅でもホテルでもそうなんですが、こうやって夏場はですね、顔の前に置くと汗が抑えられるのでメイクをしやすいんですよね。かなり快適です。それでは服装についてです。先週までの暑い韓国滞在10日間に持って行って本当に役に立ったのがこのスノーピークの T シャツでした。洗濯しても数時間で乾いて、しかもシルエットが綺麗なのでフォーマルとまではいきませんが、現場で取材が入ったり人と会う時にも問題なく着られました。去年動画でもこちらスノーピークの T シャツをご紹介しましたが、あまりにも使い勝手が良かったので今年も買い足してしまいました。去年ご紹介したものはポケットが胸についてるんですね。で、今年買ったのは腰のあたり左右についているので変化があって気に入っています。こちらはポリ 100%、 張りがあってサラッとしてるから汗をかいても張り付きません。アウターはこの2枚に加えてもう1枚薄手の T シャツを入れた3枚を着回すことにします。ボトムスには H&M のフレアパンツとユニクロのこちらエアリズムの UV レギンスの2本を持っていきます。 T シャツの下のタンクトップや下着も夏場の旅行はほとんどエアリズムです。靴下はモンベルの登山用の乾きやすいものなどを持っていきます。旅の選択についてです。長めの宿泊も私はいつもだいたい3セットほど持っていって3日おきぐらいに洗濯しています。なので3泊までは洗濯しないで持ち帰ります。今回4泊5日なので途中で1回コインランドリーに行く計算です。洗濯するものはそれ用のメッシュケースやコンビニのビニール袋などに入れておきます。これ色が違うので分かりやすいですね。もうないんですけれども、これすごく昔にあった無印良品のデオドラントケースなんですね。前はホテルで自分で洗っていたこともあるんですが、年々手荒れがしやすくなっているので、最近はもっぱらどこの国に行ってもホテルか近所のコインランドリーを使っています。旅の靴はビルケンシュトックのサンダル、フロリダを履いていくことにします。今回の旅行は雨が予想されるので、水に強い EVA 製で多少の水たまりでも大丈夫なやや厚底のタイプです。本来は B3 で十分なんですが、鼻緒がちょっと苦手なんですよね。
なのでこのタイプを持っていきます。いつもはホテル用にスリッパを別に持っていくんですが、スリッパがなくてもこれを履けば荷物が少なくて済みます。暑いところの旅行で私が疲労回復のためにしていることは、日中のホテルでの短い昼寝とマッサージに出かけることです。できれば日中一番暑い時間はホテルに戻って昼寝して疲労回復に努めます。15分くらい横になるだけでその後が随分違います。またアジアではよく足マッサージに行くんですが、夜ではなくって日中にして、暑い時間はなるべく涼しい屋内でできる用事を済ませるようにしています。とにかくよく食べてよく寝て、次の日に疲労を繰り越さないことですね。はい、今回の旅行ではこのシャンプーを使おうと思います。暑い時期はシャワーも短時間で済ませたいですよね。そこでこの無地の新商品、リンスインクールシャンプーをこちらに小分けして持っていくことにします。家でまず使ってみたところ、すすぐ時や使用後のタオルドライの時にスーッとして本当に気持ちがいいです。リンスインシャンプーなんですけれども、リンスの効果は少し控えめな印象です。最後に冷房対策です。アジアは屋内の冷房が冷蔵庫並みですよね。そんな時は冷房だけではなく、雨風にも強いモンベルの極薄パーカーを着るようにしています。コンパクトで非常に軽いので、実は一年中カバンの中に入っています。また、ムジやユニクロで手に入るアームカバー。これは外での UV 対策でもありますが、パーカーを着るまでもないなという場合に、二の腕から下をカバーするだけで随分保温できます。両方身につけてみた結果、無地の方がより優しくフィットして、指をカバーする長さが少し短めなのが私には好みでした。以上、猛暑の台湾旅行に備えて用意してみたものでした。皆さんの夏の旅行対策もぜひ教えてください。それではまた。